Oh, you just found her unresponsive? Yeah. I pulled her onto the floor to start CPR. 2022年1月26日、アメリカメリーランド州クラークスバーグ午前7時、とある一軒家のリビングで泣きながら警察に状況を説明していたその男性は地元の航空外科医ジェームズ・ライアン。その場では彼の恋人サラ・ハリスがすでに冷たくなっていました。リビングには薬品の瓶や注射器、止血体などが散らばっており、彼女が薬物の過剰摂取で亡くなったことは明白。サラはうつ病や双極性障害などの精神疾患に悩んでいたんです。落胆した様子でそう語るジェームズ。精神を病んでいたサラは薬物に依存しており、危険な状態に陥るまで薬をやめられなかった。この一件は全てそれで説明がつくように思えました。ただ不可解だったのはサラが摂取していた薬品について。その薬は外科手術に使われる麻酔薬で、市販では絶対に手に入らない劇薬。そう、医師であるジェームズはサラを自分のものにするため薬漬けにしていたんです。恋人を意のままに操るため薬漬けにした男。若く美しいその女性にゆっくりと忍び寄っていった彼のその姑息な手口とは。女性は気づかぬ間にその男から絶対に離れられなくなっていたんです。おさすけちゃんです。やみやみこです。皆さん最近ワンパンマン見てて、知ってます？ワンパンマンわかるわよ。ワンパンマンってワンパンで殴られた相手がワンタンになるんですけどワンタンになるの？ワンタンになるんですよ。そうじゃなかった気がするけど、ワンタンになるんだ。ワンタンになって、アニメで変わってんのかそしら。れを見たアンパンマンが、その大変だなってなって、助けてくれるんですよ。またそれで漫画描いたら、でもそれを見たワンパンマンが簡単するんですよ。でその簡単に逃げてくる。ラッパーが作った漫画なんですよ。でもそれはアンポンタン。まあちょっと何言ってるか分かんないんですけど今回はアメリカメリーランド州で起こった殺人事件をご紹介します。この事件では女性が薬物の過剰摂取で亡くなっているんですが、裏で糸を引いていたのは彼女の20歳も年上の彼氏だったんです。20歳年上の彼氏、ドロッドロしてそうな、入り乱れてそうな話ね。闇が深そう、めちゃくちゃ。なんか年齢差がさ、あるだけでね、そんなやばいとは思いたくないけど、でも普通にね、自分が20歳も年下の人とさ付き合おうなんてさ思わないで生きてて、まあ大前提わかんない、まあ相手がね大人になってからとかだったらまだわからなくもないけど、仮にさ20歳差で年下の方が学生とかだったりしたら、ちょっとその上の年齢の人はあんまり信用できないってのは正直ある。欲しいものを手に入れるためならね、手段を選ばない男だったんです。事件当日の状況から女性は事故死と考えられたんですが、一つだけどうしても説明がつかないことがあったんです。オーバードーズ。2022年1月26日、アメリカメリーランド州クラークスバーグ午前7時頃、とある一軒家に警察と救急隊員が駆けつけました。今朝様子を見に来たらここで倒れてたんです。必死の形相でそう訴えるのは地元の航空外科医ジェームズ・ライアン。その家のリビングでは彼の恋人のサラ・ハリスが倒れていました。救急隊が到着するまで必死に心肺蘇生を行っていたジェームズ。彼が言うには昨晩は2人でリビングで映画を見ており、ジェームズだけ先に寝室に行ったとのこと。その晩サラは寝室に来なかったため、ジェームズは彼女がソファーで眠ってしまったと思っていたといいます。そして朝になってリビングへ来てみると、サラは意識を失っており危険な状態に。ジェームズの懸命の対応も虚しく、彼女はその後搬送先の病院で死亡を確認されるんです。現場となった自宅リビングには注射器や止血体、薬品の包み紙などが散乱していたため、サラの死因が薬物の過剰摂取であることは疑いようもありませんでした。このことについて警察が事情聴取をすると、恋人のジェームズは次のように説明。サラは10代の頃からうつ病を患っていて、この頃は双極性障害や睡眠障害にも悩まされていました。彼女の精神状態はもうボロボロで、薬を止めようにも止められなかったんです。一方で警察が奇妙に感じたのは、サラが摂取していた薬品の中にプロポフォールやケタミンなど市販では入手できない薬が含まれていたこと。これらは手術用の麻酔薬で、特にケタミンは劇薬に指定されている危険な薬だったんです。手術用の薬ってさ、ジェームズお医者さんだっつってたわよね。いやなんか関係あるでしょこれ。そう思う人もねいますよね。ただ薬の名前だけだとね、何が何だか分かんない人もいるんで、詳しくね見ていければと思います。
ます。というわけで本日のメトラキーワード、ケタミンについて。ケタミンは解離性麻酔薬に分類される薬品。通常の麻酔薬は脳全体の働きを抑制するのに対し、解離性麻酔薬は脳の表層部分だけを抑制する働きを持ちます。そのため呼吸が抑制されず、通常の麻酔薬に比べて呼吸停止などに陥りにくい利点があるんです。またケタミンはケシから生成される麻薬の一種で、気分を高揚させる作用があり、抗うつ薬としても使用されるんです。通常の抗うつ薬は数週間をかけて徐々に効果が現れるもの。一方でケタミンはわずか2時間で効果が現れるという研究結果が出ているんです。ただしケタミンの安全性が保証されるのは低用量の使用時のみで、大量に摂取すると呼吸停止の危険性も。アメリカでは依存症による死亡事故がしばしば起こっており、乱用が問題視されているんです。サラが使用していた薬品にケタミンやプロポフォールなどの市販では手に入らないものが含まれていたことについてジェームズはこう説明しました。薬物依存がひどくなるに従って彼女は私の診療所からも無断で薬品を持ち出すようになっていったんです。ジェームズのその説明によって警察はサラが亡くなったことに事件性はないと判断。この一件は事故死で片付けられようとしていました。一方でサラの家族は警察のその判断にどうしても納得できなかったんです。絶対ジェームズのせいに違いないわ。そう直感した姉のレイチェルはサラのノートパソコンのパスワードを3日がかりで解除し、彼女とジェームズがやり取りしたメッセージを調べました。するとジェームズはさらに次のようなメッセージを送っていたんです。そうか、不安なんだね。その不安はケタミンを打てば6秒で消える。試してみよう。サラがもともと患っていたうつ病に加え、双極性障害や睡眠障害に悩まされるようになったのは事件の約4ヶ月前、ジェームズと同棲を始めた直後のことでした。サラが47歳という20歳も年上の男と付き合い始めたことにも違和感があり、家族はかねてからジェームズを怪しいと感じていたんです。そしてノートパソコンから発見されたメッセージは、サラの薬物依存がジェームズによって引き起こされたものだということを如実に物語っていました。姉レイチェルはこのメッセージをはじめ、ジェームズが事件に関与していると示す証拠を約200ページの資料にまとめ警察に提出。2022年3月22日、ジェームズはサラに対し過剰に薬物を投与した疑いで逮捕されるんです。一方で彼の知人はジェームズが逮捕されたことに驚きを隠せずにいました。ジェームズが逮捕されただって？彼は恋人を救いたかっただけなんじゃないのか？ジェームズはサラの精神疾患を治療するため、その病状についてたびたび周囲に相談をしていました。その様子から危険性の高い薬を勧めてしまったのも、苦しむ彼女を見ていられないと感じてのことに思えたんです。お医者さんがさ、手術用の薬を持ち出すとかはダメとはわかるんだけどさ、確かに恋人が苦しんでる様子を見てどうしても助けたくてっていうその気持ちの部分はわかるわよね。このジェームズっていう男はですね、周りからの評判はめちゃくちゃ良かったんですけど、ただ本当はね、恋人を思いやれるような男ではなかったんです。10年前からサラとジェームズが最初に知り合ったのは事件から約1年半前の2020年の夏。サラが親知らずの治療のためジェームズの歯科医院に来院した時のこと。2人は単なる医師と患者の関係で、治療が終わればそれ以上の接点はないように思いました。しかしジェームズはサラが帰った後も彼女のことが頭を離れずにいたんです。どうにか彼女に近づく方法はないか。地元のミスコンの優勝経験者でモデルの仕事をしていたサラは類いまれな美貌の持ち主。彼女とどうにか関係を持ちたいと考えたジェームズはさらに個人的な連絡をするように。そしてやり取りを重ねるうち、サラが医療関係の仕事に就きたいと考えていることを知ったジェームズ。彼はある時サラにこんなメッセージを送りました。私のクリニックで歯科助手をしないか？君は学生時代優秀だったと聞くし、良ければぜひ手伝ってもらいたい。ジェームズは口腔外科医として20年以上の経験があり、地元の人からも真面目で腕のいい医師として知られていた人物。サラはそんな彼からのスカウトをまたとないチャンスだと考え、喜んでその仕事を引き受けたんです。一方でジェームズとしては仕事に誘ったこともまたさらに近づきたいからに他なりませんでした。彼はその後も食事に誘ったり、クリスマスプレゼントにダイヤのネックレスを送ったりと積極的にサラにアプローチ。当然サラは20歳も年上のジェームズからのアプローチに最初は戸惑っていました。しかし何度も誘いを受けるうち、その熱意に押され2021年の初め、2人は交際し始めるんです。交際当初、サラの母親のティナは特にジェームズを警戒していましたが、彼の地元での評判の良さを知り、次第に2人の関係を受け入れるように。ジェームズは気前が良く、サラの家族を頻繁に旅行に連れて行ったりしたこともあり、いつしか家族は彼を完全に信頼していました。20歳年下の女性にアプローチするのは正直びっくりするところではあるんだけど、まあ別にその後付き合った後とかあんまり問題なさそうじゃない？ただね、この後の話を聞いたらね、問題大ありなんです。
サラとの交際も順調に進み、家族からも信頼を得ていたジェームズ。しかし2021年9月、ジェームズとサラの家族がフロリダ州キーウェストへ旅行に行った際、母ティナがまた考えを改める出来事が。その夜、ジェームズは母ティナと酒を飲み交わし、いい気分で酔っ払っていました。その雰囲気もあってか、彼はこんな話をしだしたんです。実は私はサラが治療に来るより前から彼女のことを知ってたんだ。私はサラが14歳の頃からずっと気になってたんだ。そう、ジェームズはサラが治療に訪れた際、初対面であるかのように振る舞っていましたが、同じクラークスバーグに住む彼女と何度もすれ違っていました。サラが幼い頃から近所を散歩したり、公園で友人と遊んだりしている姿をジェームズはいつも遠巻きに眺めていたんです。容姿端麗なサラに惹かれていたジェームズは、彼女がバイトをしていたおもちゃ屋やレストランにもたびたび足を運んでいました。レストランを訪れた際には、サラに料理を運んでもらえるようわざわざサーバーに指名していたと思う。普通に気持ち悪いんだけど、何 ?14 歳からってことは、その時から10年前とかからずっとストーカーしてたってこと？歯医者でね、サラが治療しに来てくれた時に初対面みたいに振る舞ったのも、その後歯科助手としてスカウトしたのも、もう今となっては恐ろしいですよね、これ。そして願望通り、サラと恋人になったジェームズ。ですが、その関係性にも実は裏があったんです。禁断の手口。20歳も年上のジェームズとの交際に最初こそ抵抗があったものの、彼の熱烈なアプローチによって徐々に心を許していったように見えたサラ。しかし実のところ、彼女はジェームズと普通に恋をしたわけではありませんでした。ではジェームズはいかにしてサラと交際関係になったのか。実は母ティナは2人の間のその秘密にうすうす感づいていました。それもまた家族がジェームズに連れられてフロリダ旅行へ行った時のこと。私ジェームズが嫌い、ここにいたくない。サラはたびたびジェームズと喧嘩をしているようで、母親にしきりにそう話していたと言います。また母ティナはサラがその旅行中長袖のスウェットを着ていたことも怪訝に思っていました。この時はまだ10月で、フロリダでは気温が30度近くなる日も、サラの格好は明らかに季節に合っておらず、意図的に素肌を隠しているように見えたんです。そう、ジェームズはサラを薬物に依存させ、彼なしでは生きられないようにしていました。最初に説明したように、サラは10代の頃からうつ病を患っており、症状がひどい時には薬を頼ることも。ジェームズはサラを歯科助手として雇った頃からそんな彼女の相談に乗るように。そして彼がサラにしたアドバイスはこうでした。その不安はケタミンを打てば6秒で消える。試してみよう。以降サラはジェームズに勧められるままケタミンを摂取するようになり、その効果の高さから完全な依存状態に。彼女がジェームズとの交際を受け入れたのは、市販されていないその薬を手に入れるためだったんです。最悪すぎる。いや、この方法でね、確かに離れられなくはなるかもしれないけど、相手が自分のことを好いてくれるなんて絶対ないわよ。綺麗な女性をね、そばに置いておきたかったのかもしれないんですけど、サラはね、もう嫌いみたいなことまで言ってるんで、そう考えると、この関係ってもう結構虚しいですよね。2021年10月以降、ジェームズはサラとの同棲を開始。ここから彼はサラをより強い依存状態にさせるため、様々に手を加えていきました。薬の効果を高めるグレープフルーツジュースを飲ませたり、逆に効果が薄まらないよう水をあまり飲ませないようにしたり、時にはサラが眠っている間に勝手に注射を打ってしまうようなこともあったといいます。こうしてみるみる体を蝕まれていったサラ。そして彼女が亡くなってしまうあの事件の前にも、家族は前兆となる出来事を経験していたんです。2021年10月24日、母ティナと姉レイチェルは慌てた様子でジェームズの家へ駆けつけた。さらに電話をかけたところ、彼女はろれつが回っておらず、明らかに正常ではないように思えたのだ。サラ、しっかりして！母と姉がその家に飛び込むと、リビングではサラがぐったりと倒れていた。家族ともしばらく顔を合わせていなかった彼女は、以前よりずっと痩せ細っており、髪の毛もボサボサの状態。しばらくシャワーも浴びていないのか、その体からはひどい悪臭が漂っていた。そして周りに散らばっていたのは点滴バッグや注射器、大量の薬の瓶。母ティナがとっさにサラの袖をまくり上げると、その腕は手首から肘まで注射針の跡でびっしり埋め尽くされていた。ジェームズを警察に引き渡すわ。憎しみに顔を歪ませる母ティナ。姉のレイチェルは母のその言葉に応じるかのように、その部屋の様子をスマホで撮影し始める。その時だった。お願いだから警察には言わないで。私脱水症状になっちゃって、彼は水を飲ませようとしただけよ。必死になってすがりつくサラの様子に、母と姉はただ唖然としていた。この時母ティナはサラを実家に連れ帰ろうとしましたが、結局ジェームズが引き止め、その家に留まることに。さらにこの数週間後にも同じような問題が起きており、母ティナはジェームズに強くこう忠告しています。娘と縁を切ってちょうだい。さもないと警察を呼ぶわよ。しかしジェームズはその場は同意しながらも、サラを家に帰しませんでした。こうして迎えた2022年1月26日、ついに間違いが起こってしまったんです。いやー、
これはもうさ、家族が無理やりにでも連れて帰るべきだったわよ。サラはテコでも動かなかったの？まあそうかもしれませんし、ジェームズはね、お医者さんで頭もいいわけですから、まあ、家族をね、口八丁でうまく言いくるめたのかもしれないですよ、これ。裁判においてジェームズの弁護人はサラの薬物の過剰摂取に対し一貫して彼女を救おうとしただけと主張。また事件の1ヶ月前にサラの兄が心臓発作で亡くなったことを挙げ、絶望した彼女は死を望み自分で薬を摂取していたと説明しました。しかし事件を担当した刑事の証言により弁護人の主張は容易に覆されます。現場検証の結果、サラは摂取した薬の瓶から離れた位置で倒れていました。使用された薬物は即効性が高く、自分で摂取して効き目が出る前にその場所まで移動することは不可能に思えたんです。こうしてジェームズがサラを意図的に薬漬けにした可能性は限りなく高いとみなされ、2023年8月25日彼は第2級殺人過失致死の罪で有罪に。判決は懲役45年となりました。判決に際しジェームズは次のように述べています。彼女が薬物を持ち出すのを阻止しなかった責任については私にあると思っています。結局彼が認めたのは自身の薬の管理の甘さだけ。自分がさらに薬を投与したことは最後まで堅くなに認めようとはしませんでした。本来なら手が届くはずもない若く美しい女性を薬の力で意のままにしようとしたジェームズ。サラがそうだったように、あなたはパートナーから離れたくても離れられなかった経験はありますか？売春婦たちに目をつけられ殴る蹴るなどの集団リンチに遭ってしまった女性。しかしこの時点ではこの売春街ではよくある揉め事の一つだったんです。2023年9月22日ペルーイカ州チクラヨ通り。ねえ、あなたたちのうち誰が盗んだの？夜7時頃エリカ・エリザベス・エルナンデス・オリバレスは2人の少女を問い詰めていました。エリカの友人リズベスがこの2人に携帯電話を盗まれてしまったんです。ここチクラヨ通りではこの付近で商売をする外国人売春婦によるスリが多発。エリカの前に立つ2人の少女もベネズエラから入ってきた売春婦でした。エリカは友人の携帯電話を取り戻そうと必死で声を張りますが、2人は盗んでないの一点張り。終始ヘラヘラしている少女たちの態度にエリカは怒りで拳を震わせます。いい加減にしなさいよ。我慢の限界に達し少女たちに怒鳴り声を上げたエリカ。その姿をせせら笑った少女たちはこの後エリカを命乞いさせながら処刑してしまうんです。友人の携帯を取り返そうとしただけで殺害された女性。彼女はなぜ1階の売春婦とトラブルになっただけで命を奪われたのか。ペルーで働く売春婦の裏には彼女たちの弱みにつけ込む卑劣な男たちがいるんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。